のささやきの朗読やあの日のことは今でもはっきりと覚えている。というより忘れられないという言い方の方が正しかった。仕事を終え夜の国道を一人で走っていた。時計を見るともう日付は変わっている。この時間帯の運転は慣れているはずだった。ただその日は少しおかしかったんだ。バックミラーに何度も何かが映る。後続車のライトではない。参道に差し込む街灯の反射でもない。一瞬だけ人が立っているように見えるんだ。次の瞬間には消えている。気のせいだと思おうとしても同じことが何度も続いた。視線を前に戻すたび背中のあたりがじわりと重くなる。そんな時、道の駅の看板が見えた。正直ほっとした。理由はわからないが、とにかく車を止めたかった。駐車場には車が数台あるだけで人の気配はほとんどなかった。エンジンを切った瞬間、さっきまで聞こえていた走行音が嘘のように消えた。その静けさが逆に不自然だった。車を降りると建物の入り口近くに小さな台が置かれているのが見えた。スタンプ台だった。観光地によくある記念のスタンプ。この道の駅にもあるのかと何気なく近づいた。だがそこで足が止まる。スタンプ台の周囲だけ床の色が濃く変わっていた。まるで何度も人が立ち続けたようなそんな跡だった。台の横には使い古されたノートが一冊開いたまま置かれていた。表紙には何も書かれていない。中を覗くとスタンプの押し跡が同じページに何度も重ねられている。位置も向きもすべて同じ。胸の奥が嫌な感じでざわついた。その時、背後で髪が擦れるような音がした。振り返ってもそこには誰もいない。なのにさっきまでより確かに近くに何かがいる気配だけが残っていたんだ。気味が悪いと思いながらもなぜかその場所を離れられなかった。理由はわからない。ただスタンプ台の前に立っているとここに来るまでの道のりが頭の中で何度も再生される。バックミラーに映った一瞬の人影。誰もいないはずの場所で感じた視線の重さ。それらがこの台に集まってきているような感覚だった。ノートの横にインクの染みたスタンプが置かれている。押せと言われている気がしたんだ。紙を取り出しスタンプを手に取る。持った瞬間、指先に妙な温かさを
感じた。冷えているはずなのに、人の体温に近い。一瞬ためらったが、そのまま髪に押し当てた。ぐにゃっと柔らかい感触が伝わった。ゴムではない。インクでもない。思わず手を離すと、紙の上にはっきりと跡が残っていた。それを見て息が止まった。そこに押されていたのは道の駅のロゴではなかった。人の形だった。立っている。正面を向いている。両腕は体の横にだらりと下げられている。さっきバックミラーに映っていた影と全く同じ姿だった。背中に冷たいものが落ちる感覚が走った。慌てて周囲を見渡す。駐車場、建物の入り口、ガラス越しの売店。どこにも人はいなかった。なのに足元の床に新しい足跡が一つ増えていた。それはスタンプ台の前で止まり、自分のすぐ後ろまでまっすぐ続いていたんだ。その時、ノートのページが一人でにゆっくりとめくられた。新しいページの一番上にまだ乾いていないインクで同じ人型がすでに押されていた。数を数える気にはなれなかった。なぜならその一番新しい影だけがほんの少しこちらに近づいているように見えたからだ。もうそこにいることが耐えられなかった。紙もスタンプもそのままにして車へ戻ろうときびすを返した。その瞬間、背後ではっきりと音がした。ペタ。ゴム印を押す音。誰かが今まさにスタンプを押した音だった。振り返らなかった。振り返ってはいけないと体が先に理解をしていた。俺は小走りで駐車場へ向かった。なのに足音が一つ増えている。同じ速さ、同じ感覚。走っても止まっても距離が変わらない。車に飛び乗り、ドアを閉め、鍵をかける。心臓の音がやけに大きく響いた。エンジンをかけ、バックミラーを見た。だがそこには誰もいなかった。駐車場もスタンプ台の周りも何事もなかったかのように静かだったんだ。俺はそのまま道の駅を出た。家に着いてからもしばらくは眠れなかった。落ち着いてから何気なくカバンの中を整理した。そこで一枚の紙が出てきた。あの時スタンプを押した紙だった。そこには人型の影が一つだけくっきりと残っていた。いや、違った。よく見ると影が少しだけこちらを向いている。足の向きが正面からわずかにこちら側へとずれていた。その下に小さな文字が
滲んだインクで書かれていたんだ。次はあなたが押す番です。俺は翌日ニュースで知った。あの道の駅は何年も前に夜間に人が消える事例が相次ぎ、スタンプ台だけを残して撤去された場所だったんだ。今でも同じ形のスタンプが増え続けている理由は誰も説明できないらしい。あの紙は今も捨てられずにいる。影の向きが毎日ほんの少しずつ近づいているからだ。俺が違和感を覚えたのはたった一つの言葉だった。3回目の食事の帰り道にマヤがふと口にした。うちの両親、あなたのこと知ってるって。まだ会ってもいないはずの相手。なのに知っているという言い方だけが妙に引っかかった。その日から胸の奥に小さな重さが残った。説明できない種類の重さだった。翌週、マヤの実家へ向かう道を歩いていた。住宅街は静かで、白い街灯が規則正しく並んでいた。どの家も同じ明るさで、窓の高さまで揃って見える。その均一さが逆に不自然だった。マヤは一定の歩幅で前を歩く。振り返って笑うタイミングまでいつも同じ。まるで練習通りみたいだった。この角曲がったら私の家だよ。声が少し沈んだ。近いはずの距離なのに、俺との間だけ空気が薄いように感じた。角を曲がった瞬間、玄関の窓が目に入った。中の影が揺れた気がした。誰かが覗いていた。そう思ったが、一瞬過ぎて自信はなかった。近づくにつれて、胸の重さはゆっくりと形を持ち始めた。初対面のはずなのに知っている。その言葉がこの家の前で急に現実味を帯びてきた。俺は玄関の前で立ち止まった。マヤはいつも通りの笑顔。けれど家の中の空気だけが妙に冷たかった。チャイムを押す前、玄関が内側からゆっくりと開いた。玄関を開けたのはマヤの父、三輪和弘だった。俺の顔を見るなり、ためらいもなく言った。ゆうとさん、ようこそ。初対面とは思えない声だった。確認も探るような間もなかった。まるで俺のことを昔から知っていたみたいだった。その後から母の節子が顔を出した。手土産を渡すと、節子は袋を軽く持ち上げてこう言った。これ、前にもいただいたわよね。前にも、その言葉が胸に引っかかった。俺は来たことがない。もちろん手土産を渡すのも初めてだ。
廊下を進むと壁に家族写真が並んでいた。俺は何気なく目を向けた瞬間、足が止まりかけた。マヤの隣に俺と同じ背格好の男が写っていたんだ。顔だけが白く光って潰れている。だが肩の角度や体の傾きは俺自身の姿勢と似ていたんだ。節子は写真を横目にもせずこう言った。懐かしい写真でしょ？懐かしい？俺は一度も見たことがない。和久に居間へ案内される。部屋の空気は冷えているのに暖房の音だけはかすかに聞こえていた。湯飲みが4つ、湯気はどれも立っていない。それは何かがさっきまでそこにいたような生ぬるい静けさだけが残っていたんだ。和久は俺の正面に座り、落ち着いた様子で話し始めた。職場の最寄り駅、実家の場所、通勤時間のこと、言い当てられるたびに背中の皮膚がかすかに緊張した。聞かれていないのに知っている。そんな空気がずっと続くんだ。台所へ向かうマヤが一度だけ振り返った。目が合ったように感じたが、マヤの視線は俺の少し横を通り過ぎていた。まるで俺の位置がそこじゃないと分かっているように。そして和久は畳の上に一枚の紙を置いた。それをゆっくりと俺の前へと滑らせた。これだけ確認していただければ。紙の一番下、署名欄には俺の名前がすでに書かれていた。俺が書いた覚えのない筆跡で。署名欄にあった自分の名前を見た瞬間、喉が固まった。書いた覚えはない。けれど、筆跡は俺のものに妙に似ていた。どう言えばいいのか迷っていると、節子が湯飲みを並べ替えながらこう言った。今回は逃げないで来てくれて本当によかったわ。今回はその言い方が胸に沈んだ。俺が知らないだけでこの家の中では二度目であるかのような温度だったんだ。マヤが戻ってくる。湯飲みを置く手は静かだが、俺の前にだけ少し近かった。座らずに立ったまま、俺の後ろの空間を見ていたんだ。和久が家族写真を俺の前に置いた。マヤが笑い、その隣に顔のつぶれた男が写っている写真だ。和久はそのつぶれた部分を指で軽く叩いた。ここ、やっとはっきりと写せると思ってね。意味がわからない。けれど写真の背景は今のこの居間と全く同じ配置だった。家具の位置も色味も影の落ち方まで一致している。まるで写真の世界が現実に合わせて動いているように感じた。マヤの声が背中の近くで静かに落ちた。ちゃんと戻ってきてくれたんだよね。戻るも何も、俺は今日が初めてだ。けれど、マヤの声には確信しかなかった。立ち上がろうとした瞬間、マヤの手が
俺の肩に触れた。冷たくもなく暖かくもない。ただ掴まれたという感覚だけが残った。大丈夫だよ。今回は消えないよ。和久と節子がゆっくりと立ち上がり、俺の左右に立つ。囲まれる形だった。座卓の上の写真がわずかに暗くなり、中央に光がにじみ始めた。写真の中、マヤの隣に空いたスペースが一つあった。その場所にじわりと俺の肩の輪郭が浮き始める。少しずつ写真の方へ惹かれるような圧が体にまとわりつく。マヤが耳元で囁いた。前みたいにいなくならないでね。その言葉と同時に写真の中の光で潰れた顔が形を変え始めた。ゆっくりゆっくり輪郭が固まっていく。白い光が薄れ、黒い影が浮き、やがてそこには俺の顔のような形だけが揺れていた。気づいたとき、俺は座卓の前に座っていた。目の前の家族写真には3人が写っている。マヤ、和久、節子。そしてもう一人。中央にいる男の顔だけが白く光につぶれて見えなかった。だがその輪郭は俺の顔とほぼ同じだった。背中に誰かの視線を感じる。マヤのものではない。もっと近い位置。写真の中からこちらを見ているような目の位置だった。この話をする気は正直なかった。誰かに聞かせるような出来事ではないし、思い出すだけで手のひらが締める。だが最近になってどうしても無視できない異変が続いている。場所は今も住んでいる自宅の庭だ。地方にありがちな広くも狭くもない手入れだけはそれなりに必要な庭。草を抜き落ち葉を吐き、年に数回は土を鳴らす。特別な場所ではない。少なくともそう思っていた。異変が起きたのは数日前の朝。庭の隅にある物置へ向かう途中、足元に違和感があった。踏み抜いたわけではない。だが地面が一瞬だけ沈んだ。ゴムの上を踏んだような妙に弾力のある感触。立ち止まり足元を見る。パッと見では何もない。雑草も土の色も昨日までと変わらない。それでも視線を外せなかった。なぜならそこは気にする必要のない場所だったからだ。昔から庭の構造は頭に入っている。水道管の位置も埋設物も石の多い箇所も、その場所には何もないはずだった。気のせいだと自分に言い聞かせ、物置へ行き戻る。
だが帰りにも同じ感触があった。沈む。ほんのわずかだが確実に。嫌な想像が浮かび、すぐに打ち消した。それでも午後になってからスコップを手にしていた。掘るつもりはなかった。表面を鳴らすだけのつもりだった。だが土に刃を入れた瞬間、その考えは崩れた。数センチ削っただけで土の感触が変わった。締まりがなく軽い。下が開いている。そこで初めて喉の奥が強く締め付けられた。穴かと声に出した瞬間、胸の奥に覚えのある感覚が広がった。忘れていたのではない。思い出さないようにしていたんだ。スコップを持つ手が震えた。掘り進めるほど形がはっきりとしていく。不自然なほど縁が丸い穴。自然に崩れたものではない。そしてその形を見た瞬間、はっきり分かった。ここは昔自分が掘った場所だ。理由はまだ思い出せない。だが一つだけ確かなことがある。この穴は確かに一度完全に埋めたはずだった。穴を前にしてしばらく動けなかった。スコップを持つ手だけが宙で固まっている。視線は掘り返された土と黒く口を開けた空間から外せなかった。掘った記憶はある。だが理由だけが抜け落ちている。無理に思い出そうとすると頭の奥がひどく痛んだ。忘却というより意図的に蓋をされた感覚だった。そのままにしておく選択肢はなぜか最初からなかった。見てしまった以上終わらせなければならない。そう考えてさらに掘り進めた。深さは腰のあたりで止まった。それ以上は掘る必要がなかったんだ。そこが平らだった。自然にできた穴なら歪みがあるはずだ。だがここは違う。四角に近い形で無理やり整えたような底面。そして決定的におかしな点があった。土の層だ。上にあるはずの黒い土が下にあり、下にあるはずの硬い土が途中に混じっている。埋め尽くされている。平らにされ、踏み固められ、上から時間が経ったように見える。誰かが後からここを触っている。その考えが浮かんだ瞬間、背中を風が撫でた。振り返ったが、庭には誰もいない。物置も隣の家も変わらない日常のままだ。だが視線を穴に戻したとき、異変ははっきりした。穴の内側に擦れた跡がある。爪か指のような細い線が何本も。下から上に向かって。息が詰まった。
自分が掘った時にはそんな跡はなかった。記憶は曖昧でもそれだけは断言できる。その時、穴の奥からかすかな音が聞こえた。湿った土が動く音。それも上に近づくような。俺は思わず後ずさる。だが音は一度きりで止まった。静かだ。あまりにも静かすぎる。胸の鼓動だけがやけに大きく聞こえる。その静けさの中でようやく思い出しかけた。この穴を掘ったのは何かを埋めるためではなかった。逆だ。出てこないように閉じるためだった。当時、確かに確認をした。中にはもう何もいないと。それでも念のため土を戻し踏み固め、二度と開けないと決めた。なのに今目の前の穴は内側から開こうとした跡を残している。土の壁に残る無数の線がまるでこちらを指しているように見えた。その日はそれ以上掘れなかった。理屈ではなく体が拒んでいた。穴の中から何かが出てくるという確信だけが残り、夕方になる前に急いで土を戻した。以前よりも深く重く何度も踏み固める。もう一度完全に塞いだ。そう自分に言い聞かせてその日は終わらせた。夜眠れなかった。庭の方からかすかな音がする。風かと思えばやみ、静かになるとまた聞こえる。土が擦れる音。耳を塞いでいてもはっきりわかった。あの穴の位置からだ。俺は翌朝恐る恐る庭に出た。その嫌な予感は裏切らなかった。塞いだはずの場所がまた沈んでいる。昨日よりはっきりと。表面の土が内側から押し上げられたように盛り上がり、中央には細い亀裂が走っていた。掘っていない。それなのに開こうとしている。その瞬間、完全に思い出した。あの時、穴を掘った理由。庭の整備中、偶然、先に穴が開いていた。自然にできたものではない。不自然な深さの縦穴。中を覗いたとき、そこではなく、こちらを見上げる目があった。人ではない。だが確かに、こちらを認識している何か。その時は声は出なかった。逃げることもできなかった。だから掘り広げて、上から土を落とし、動かなくなるまで塞いだ。完全に埋めたはずだった。なのに、今穴は再び内側から形を作っている。その時、亀裂の奥から低い音が聞こえた。誰の声でもない。
言葉とも呼べない擦れた音。次の瞬間、亀裂の中から指が一本突き出てきた。土まみれで関節の数が合わない。こちらに向かってゆっくりと曲がる。思わず後退した拍子に足が沈んだ。別の場所だ。視線を落とすと庭のあちこちが同じようにたわんでいる。一つではない。最初から穴は複数あった。埋めたのはそこにいたものだけではない。出てこようとした痕跡をまとめて土で覆っただけだった。今それが同時に戻ろうとしている。俺はその日のうちに家を出た。庭付きの家はもう選びたくはない。だが最近になって別の場所でも同じ感触を踏んだ。公園の土、工事現場の脇、人が集まらない空き地。どこも踏むと少しだけ沈む。そしてわかるんだ。あれは一度埋めれば終わるものではない。埋めた分だけこちら側へ近づいてくる。あの出来事を思い出すきっかけは何でもない雑談だった。深夜のサービスエリアで変な体験をしたという話を同僚にしたとき、冗談半分でこう言われた。それ、カメラ見れば一発でわかるだろう。だが、その言葉を聞いた瞬間、胸の奥がざわついた。あの夜、俺は確かにそこにいたはずなのに。仕事の移動中で高速道路を走っていた。時間は午前1時を少し回った頃。眠気を覚えて立ち寄ったのがそのサービスエリアだった。駐車場は広く、照明も十分についている。だが、人の姿はほとんどなく、車のエンジン音だけがやけに響いていた。車を降りた瞬間、妙な感覚があった。誰かに見られているような視線の気配。辺りを見回しても誰もいない。俺はトイレの方へ歩き出したが、その視線は消えなかった。建物に入ると空気が変わる。外よりも静かで、音が吸い込まれていくようだった。俺はトイレを済ませ、手を洗っていると、鏡の中で違和感に気づいた。照明がついているのに、背後がやけに暗く映る。振り返っても何もない。だが、鏡に映る自分の輪郭が、どこか薄い気がした。気のせいだと思い、売店の前を通った。その時、床に落ちているものが目に入った。黒い手袋。片方だけで落とし物のように置かれている。拾い上げようとしたが、やめた。なぜか触れてはいけない気がした。
代わりにインフォメーションカウンターへ向かった。誰かに声をかけたかった。だがカウンターには誰もいない。その背後、壁一面に設置されたモニターが目に入った。それは防犯カメラの映像だった。複数の画面に駐車場や通路、売店の前の様子が映っている。その中の一つに自分が立っているはずの場所が映っていた。だがそこに俺の姿はなかった。画面の中では何もない空間に手袋だけが落ちていたんだ。俺はモニターの前でしばらく動けなかった。映っているのは間違いなく今いるサービスエリアだ。照明の位置、床の模様、柱の番号まで一致している。それなのにそこに立っているはずの自分だけが映っていなかった。視線を下げると足元にあるはずのあの黒い手袋も画面の中では少し位置がずれていた。まるで誰かが置き直したかのように。その直後、背後で足音がした。振り向くと夜勤の職員らしき男性が立っていた。眠そうな顔でこちらを見ている。どうかしましたか？声をかけられて少し安心した。俺はさっきから映像に自分が映っていないことを伝えた。職員は一瞬だけ首を傾け、モニターに目を向けた。どこです？そう言って画面を指さす。俺が立っている場所を示しても職員の反応は変わらなかった。そこ、今誰もいませんよ。冗談だと思ったが、表情が本気だった。職員はカメラの映像を巻き戻し始めた。数分前、10分前、そしてさらに前。画面の中では俺が建物に入ってくる様子が一切映っていなかった。ドアは自動で開いているのに誰も通っていない。センサーの誤作動ですかね。職員はそう言ったが声に確信がない。俺は急に息苦しくなった。周囲の音が遠のき、自分の存在だけが薄れていく感覚。その時、モニターの隅に別の映像が映った。駐車場の端、自分の車のそばに誰かが立っている。その背格好は俺とよく似ていた。モニターに映っていたのは確かに俺の車だった。だがその横に立っている人物を見た瞬間、視線をそらせなくなった。背丈、肩幅、立ち方、どれも自分とほとんど同じ。職員が画面を拡大する。顔ははっきりしない。ただこちらを向いているのだけは分かった。知り合いですか？
職員の声がやけに遠く聞こえた。その直後、モニターの映像が切り替わった。さっきまで車の横にいた人物が映像の中から消えている。それと同時に背後で自動ドアの開く音がした。振り向くと入り口のガラスに自分の姿が映っていた。ほっとしたのもつかの間、その違和感に気づく。映っているのは今の俺じゃない。服装が違う。手にはあの黒い手袋がはめられていた。俺は慌てて自分の手を見る。だが何も持っていない。職員が俺の方を見て顔色を変えた。いつからそこに？さっきまで普通に話していたはずなのに、職員の視線が俺を通り越して壁を見ている。胸の奥がひどく冷えた。あなたさっきから声だけなんですよ。次の瞬間、館内の音が一斉に戻った。人の気配、機械音、足音。職員は何事もなかったかのように業務へ戻っている。俺のことなんて最初からいなかったかのように。俺は気がつけば外に出ていた。駐車場の照明の下。自分の車のドアが開いている。シートの上に黒い手袋が片方だけ置かれていた。俺はエンジンをかけ高速に戻った。バックミラーには何も映っていない。俺は後日あのサービスエリアについて調べてみた。防犯カメラの記録には深夜に人物が確認できない映像が定期的に残るという内部報告があるらしい。そしてその映像には決まって車だけが止まっているそうだ。今になって振り返ると、あの部屋で一番最初に気にすべきだったのは備え付けのタンスだった。引っ越した当日、間取りを確認した時からそこだけ妙に存在感があった。壁に埋め込まれたようなそんな作りで後付けには見えない。古いのに傷や歪みが少なく異様に整っていた。不動産屋は前の住人の荷物が残らないよう処分済みだと言っていた。だからタンスも当然空だと思っていた。実際引き出しはすべて軽く、開閉も問題ない。ただ一段だけ触った瞬間に指が止まった。一番下の段、取っ手はついているのになぜか開ける気にはならなかった。力を入れれば動く。それは分かっているのに無意識に避けてしまうんだ。理由を探す前に体が拒んでいた。数日後、生活が落ち着き始めてから改めてタンスを使い始めた。服を収納し、日用品を分けて
上の段はすぐに埋まった。それでも一番下だけは空いたまま。使わない理由を考えるたび、頭の奥が少しざわついた。ある夜、風呂上がりに部屋を暗くしたままタンスの前を通った。その時かすかに音がした。木がきしむような、湿った布が擦れるような短い音。一度きりで耳を澄ませても続かなかった。俺は気のせいだと流そうとした。古い建物ならそういうこともある。そう思い直して電気をつけた瞬間、違和感がはっきりとした。一番下の引き出しだけわずかに隙間が空いていた。ほんの数ミリ。昼間、確かにきっちりと閉めたはずだ。それなのに暗闇の中でそこだけが呼吸したみたいに開いていたんだ。近づくと空気が変わった。他の部屋と比べてそこだけひんやりとしている。中は見えない。ただ引き出しの奥から何かがこちらを待っている。そんな感覚だけが静かに伝わってきた。その時、はっきりと思った。このタンスは収納をするものではない。誰かが何かをしまい続けていた場所だ。一番下の引き出しに隙間が空いていた夜から部屋の空気が少し変わった。何かが動くような音はない。匂いも変わらない。それでもタンスの前を通るたびに皮膚の表面だけが静かに逆立つような感覚が続いた。翌朝、仕事へ向かう準備をしている時だった。タンスの横を通った瞬間、足が止まった。昨日見たはずの数ミリの隙間が今日は少しだけ広がっている。気のせいかもしれない。そう言い聞かせたが、視線はそこから離れないままだった。仕事から帰ってきた夜、玄関を開けた瞬間に気がついた。部屋のどこかがほんのわずかに冷えている。エアコンも触っていないのに、空気が一定の方向へと流れていくような細い風の軌跡があった。その流れが導くように向かった先はやはりタンスだった。照明をつけたままタンスの前に立つと、また隙間が広がっていた。朝よりもはっきりと。指先が入りそうなくらいの幅になっている。俺が閉め忘れた可能性は考えた。だが昼に出る前、確かに触っていない。開けていない引き出しが勝手に広がるわけがない。その夜、気を紛らわせようとテレビをつけてもどうにも落ち着かない。視線の端でタンスの一番下がわずかに影を変えているように見える。暗くなると余計に気になると分かっていても照明を落とすのが怖かった。深夜を回った頃、ようやく意を消してタンスに近づいた。手を伸ばし、引き出しの縁に触れる。木の表面は冷たく乾いている。ゆっくり押し込むとためらいなく閉まった。それだけの動作なのに胸の奥がざわついた。その直後だった。
カタンと小さな音がタンスの内側から響いたんだ。外から触れていない。建物が揺れるような時間でもない。俺が閉めた直後に内側から一度だけ鳴った音。耳を澄ませても続きはない。だがその一度きりの音が部屋の空気を変えた。背中を撫でるような冷たさが天井からゆっくり降りてきて脇腹のあたりへと溜まっていく。その時はっきりと思った。このタンスの中には空っぽじゃないものがある。前の住人が残したものなのか、あるいはもっと別の何かか。いずれにしろ触れてはいけない種類の存在だった。そしてそれは少しずつ外へと出ようとしている。まるで俺が開けるのを待っているみたいに。タンスの中から響いたあの一度きりの音が頭の奥でずっと残ったままだった。翌朝も仕事から帰った夜も部屋に入るたびにまずはタンスを見るようになった。開いているか閉まっているか隙間がないか。意識したくなくても視界の端が勝手にそこへ吸い寄せられる。3日目の夜、決定的な変化が起きた。玄関の鍵を閉め、靴を脱ぎ、ふと顔を上げた瞬間、タンスの一番下が明らかに開いていた。指が2本入るほどの幅。俺が閉めたはずの引き出しが何の理由もなく開いている。呼吸が浅くなる。近づくとタンスの内側から冷たい空気が流れてくる。温度ではなく質そのものが外とは違う。地下の倉庫を思わせるような湿った気配が足元にまとわりつく。それでも見なければならない気がした。逃げればもっと悪いことが起きる。そんな直感があった。俺はしゃがみ込み、引き出しの縁をつかむ。ゆっくりとほんの少しだけ開けた。中は暗い。衣類も荷物も見えない。ただ空気が重く沈んでいる。そこで気づいた。暗闇の奥に細い線のような影があった。動かない。けれどこちらを向いているとわかる。影というより顔より少し低い位置に並んだ何かが奥で固まっているようだった。俺は怖くて一度目を閉じ深く息を吸った。もう一度見た瞬間、その影がほんのわずかに角度を変えた。こちらを覗くように。手が震えた。俺は反射的に引き出しを閉めた。でも閉まる直前、暗闇の奥からかすかに音がした。トン。内側から軽く叩くような音だった。ゆっくりと返事をしているような、そんな響き。その夜は眠れなかった。布団に入ってもタンスのある方向から薄い気配が漂ってくる。何かが木の板の向こう側でじっとしている。明け方近く、ようやく浅い眠りについた。
次の日、仕事を早退して管理会社に電話をした。備え付けのタンスを撤去できないか、そう聞いたが、予想通り断られた。部屋の構造に組み込まれているため外せないという。その夜、部屋へ戻るのが怖かった。俺は覚悟を決めて鍵を開けたとき、胸の奥が強く縮んだ。タンスの前に引き出しが完全に開いた状態で待っていた。中は暗闇のまま。だが奥にいた何かはもう隠れようともしない。細長い影がこちらの足元へ向かって伸びていた。その瞬間、はっきり理解した。前の住人はこのタンスを開けた。そして戻らなかった。今俺も同じところまで来ている。この部屋に残された何かが次に欲しいのは俺なんだ。最初にこの現場へ入った日のことを今でもはっきりと覚えている。呼ばれたのは古い集合住宅の一室だった。玄関前に立っただけで空気が重く湿っているのが分かった。管理会社の担当は何か言いかけていたが、途中で口を閉じた。そのまま鍵だけを渡してくる。ああいう沈んだ顔は何度も見てきたはずなのに、この時は妙な違和感が残った。部屋の中は生活の途中で時間が止まったようだった。食器も服もそのまま置かれている。ただ床にだけ微妙な跡があった。人が横たわったようにも見えるし、重いものを引きずったようにも見える。だが最初は気にしなかった。こういう跡は特殊清掃の現場では珍しくはない。そう自分に言い聞かせて作業を始めた。数時間後、一度外に出てから戻った時だった。床の跡が変わっていたんだ。照明の角度ではない。光の加減でもない。さっきは薄い影のような輪郭だったのに、戻ると色が濃く深く沈んでいたんだ。広がり方も違う。まるで誰かがもう一度そこに横たわったようだった。この部屋は窓が一つしかなく、日差しも入りにくい。それなのに後の部分だけが乾かないんだ。じっとりと粘りつくような湿り気がある。手袋越しに触れるとわずかに暖かかった。誰かがついさっきまでそこにいたような、そんな温度だった。俺は気のせいだと思おうとした。だが視線を外してからもう一度見る。後の端が少しだけ伸びている。主張するみたいに、ここにいると示すみたいに。その瞬間、胸の奥に重いものが沈んだんだ。この部屋にはまだ何かが残っている。
そう考え始めた時点でもう後戻りはできなかった。逃げる理由はいくらでもあった。それでもこの後が何なのか、それだけは確かめずにはいられなかったんだ。この時すでに俺は現場に入ったのではなく、呼ばれていたんだと思う。翌日、再び同じ部屋に入った。あの後は完全に消えていた。専用の薬剤を使い、床材も念入りに処理をした。色も匂いも残ってはいない。見た目だけなら最初から何もなかった部屋だ。それなのに部屋に入った瞬間、体が止まった。空気が違う。昨日よりもはっきりと重い。床を見下ろすと跡はなかった。だがそこだけ避けるように視線が滑る。無意識に近づきたくない場所を体が覚えているんだ。作業を再開し、しばらく経った頃だった。床に薄く影のようなものが浮いていたんだ。最初は気のせいだと思った。だが影は輪郭を持っていた。昨日見た形と同じだった。色はまだ淡い。濡れてもいない。ただ確かにそこに形がある。俺は一歩下がった。それでも影は消えなかった。むしろ少しずつ濃くなっていくんだ。不思議なのは床だけじゃなかった。周囲のものがわずかに歪んで見える。空気が沈み、押しつぶされているような感覚だった。気づいた時には息が浅くなっていた。胸が苦しい。酸素が足りないわけではない。誰かに上から覆われているような、そんな圧迫感だった。視線を上げた瞬間、理解した。この後は床の問題ではない。ここは場所なんだ。誰かが何度も戻ってくる位置。消されても忘れられても必ず戻る場所。影は昨日よりもはっきりとしていた。人の形だ。横たわっているのではない。起き上がりかけている。俺はその現場を離れようとした。だが足が動かない。影の中心に惹かれている。その時気づいた。影の輪郭の端が昨日より少しだけ高い。床から浮いている。次にここへ来た時、この影はもう床にはいない。3日目、部屋に入った瞬間、空気の重さが明らかに違っていたんだ。昨日までは胸の奥だけが沈むような圧だったが、この日は頭上から落ちてくる。床を見る。あとはもうそこにはなかった。だが完全に消えたわけではない。ただ昨日まで床にあった形がどこにも見当たらない。代わりに部屋の中心にだけひどく静かな気配が渦のように漂っていた。視線をそらそうとしてもそこへ引き戻される。目には見えないのに何かがいるとわかる場所だった。
道具を持ち替えようとしゃがんだとき、ふと気づいた。床の下ではない。真上だ。呼吸が浅くなる。誰かに肩をつかまれたわけではないのに、体が勝手に固まった。天井に目を向けるのは正直怖かった。だが、向かわずにはいられなかった。この3日間、ずっと床だけを見ていたが、最初からそこじゃなかったんだと気づいてしまった。俺は意を決してゆっくりと顔を上げた。最初は光の加減だと思った。天井板に落ちる影が不自然に濃かったからだ。けれど目を凝らすと、それは影ではなかった。天井、その一点だけ薄く形が浮いていたんだ。人の顔、横から押し付けられたような潰れた形。だが、目に当たる部分だけが深い穴のように沈んでいたんだ。その穴がこちらをまっすぐ見ていた。一瞬で分かった。床にあった跡はそこから落ちた影だった。本体はずっと上にいた。消しても拭いても何度も現れたのは、この天井に張り付くそれが理由だったんだ。視線をそらしたかった。なのにそらせない。吸い込まれるように見続けてしまう。そのうち天井の顔がわずかに揺れた。息のように動いた次の瞬間、気づいた。天井板ではない。天井と顔の間にわずかな隙間がある。張り付いているのではなく、そこに潜っている。そしてゆっくりとその顔は穴から出てこようとしていた。逃げようとした足が動かない。恐怖で固まったわけではない。足首を誰かの指でつままれたような感触があった。視線を下げると床にはもう跡はなかった。なのに確かにそこから触れられている。天井の顔が少しだけ降りてきた。鼻の形がわかる高さまで。この部屋の跡は戻るのではない。戻されていたんだとその時わかった。逃げなければと思った。けれど足は床に張り付いたように動かないんだ。つままれるような感触はもう足首からふくらはぎへと移っている。何かが下から引いている。だが床には何もいない。その不自然さが逆に現実味を帯びていたんだ。そして天井の顔はじわじわと降りてきた。最初は目だけ、次に鼻筋、その後頬の線。人の顔に見えるが、どこにも体がつながってはいない。天井の穴に顔だけが詰まっているようなありえない姿だった。音はしない。呼吸もない。なのに生きている。こちらを見ている。俺は視線をそらせずにいると、顔の輪郭が少しずつ崩れていくのが分かった。肉が落ちているわけではない。薄い膜のように形が溶けて広がっているんだ。まるで天井と顔の境界が混ざり合い、一つになっていくようだった。
そして気づいた。天井にできた薄い膨らみ。あれは単なる影ではなかった。部屋の形そのものがゆっくりと歪んでいたんだ。顔の下に細い腕のような影が伸びた。次に肩、そして首の付け根が見えた瞬間、心臓が痛むほど脈打った。顔だけではない。全部ある。ただ天井の向こう側にいるんだ。そこから出ようとしている。足をつまむ感触が強くなった。引きずる力ではない。触れて確認している手つきだった。まるで、ここだ、と確かめるように。顔が完全に部屋へ出てきたとき、ようやく声を上げた。自分でも驚くほど弱い声だった。誰かを呼ぶ声ではない。自分自身に向けた拒絶の声。だが遅かった。天井の穴から首が抜けた。次に肩が落ちてくる。その重さは見ているだけでわかるほど異様だった。落ちてくるものではない。降りてきている。なぜ逃げられなかったのか。なぜ足が動かなかったのか。その理由は単純だった。この部屋で最後に横たわったのは床に跡を残した誰かではない。俺の跡がもう床に浮かんでいたんだ。視線を下げると自分と同じ形の影が濃く深く沈んでいた。影はゆっくりと腕を広げ、天井から降りてくるそれと同じ角度で動いていた。そして天井の顔が笑った。形が崩れたその口がゆっくりと。そして最後に見たのは降りてきた腕が自分の肩に触れる瞬間だった。冷たさも熱さもない。ただ確かに触られた。そこから先の記憶はなかった。気づいたとき部屋は真っ暗で影も跡も消えていた。だが一つだけ変わっていないものがある。天井を見ると薄く顔が浮かんでいたんだ。今度は俺の顔だ。その日はほとんど眠るつもりはなかった。仕事終わりにそのまま高速を走り、眠気が限界に近づいたところで山と海の境目にある小さな駐車スペースに車を入れた。トイレも自販機もない。ただ舗装された空き地がポツンとあるだけのそんな場所だ。夜釣りの車が使う。そう聞いたことがあった。俺はエンジンを切り、ドアロックを確認する。1回、2回。音は正常だった。シートを倒し、目を閉じる。どれくらい経った頃か、なんかの気配で目が覚めた。車のすぐ外、運転席側の窓の近くに人が立っているような感じがする。足音は聞こえない。呼吸もない。ただ、
そこにいるとわかる圧だけがそこにあった。普通ならノックするはずだ。道を聞くとか、助けを求めるとか。でも、いつまで経っても叩かれない。視線だけが窓越しに固定されている、そんな感覚。嫌な汗が背中を伝い、スマホを握りしめる。ライトをつけて確認すればいい。そう思ったが、なぜかつけたらダメだと強く感じた。代わりにルームミラーで確認しようとした。ルームミラーには後部座席と暗い車内しか映っていない。サイドミラーをほんの少しだけ動かした。映ったのは空の地面とガードレール。誰もいない。それなのに圧だけは運転席の窓にぴったりと張り付いたままだった。その時、窓ガラスのすぐ外で吐く息のような曇りが広がった。人が近づいた証拠だ。だが曇りは窓の中央より明らかに低い位置にある。胸の高さではない。顔の高さでもない。もっと下。その瞬間、理解しかけて思考を止めた。考えたら終わる気がしたからだ。それでも圧は離れない。ノックはされない。まるで叩く必要がない位置に最初から立っているかのように。窓の外の圧は動かない。近づいてくる様子も離れる気配もない。ただ同じ位置に同じ重さで居続けている。逃げた方がいい。頭ではそう分かっているのに、体が言うことを聞かないんだ。エンジンをかければいいだけの話だ。それだけなのに、キーに手を伸ばした瞬間、圧がほんの少しだけ強まった。まるで動くなとでも言われたようだった。窓の曇りは消えたり現れたりを繰り返している。吐く息の間隔が一定だと気づいた。数を数えている。誰かがこちらを見ながら息の回数を確かめている。俺は耐えきれず運転席のシートをほんの少しだけ起こした。すると圧の位置が同じだけ上にずれたんだ。胸が詰まる。相手はこちらの高さに合わせている。俺は試しにシートをもう少し起こしてみた。圧も同じ分だけ上に来る。そこで俺は決定的な違和感に気がついた。それでも窓の外に顔が来る気配がない。近づいているのに覗き込んでこない。叩かない理由が少しずつ形になる。その時、フロントガラスの下、ワイパーの影に何か白いものが見えた。紙だ。誰かが立ったままそこに置いた形跡がある。
恐る恐る窓を数センチだけ下げ、手を伸ばした。紙にはかすれた文字でこう書かれていた。起こすな。意味がわからない。だが体が勝手に理解をしていた。後部座席から小さな音がした。座面がゆっくりと沈む音。誰かが座った。外の圧はそのままだ。叩かれない理由がはっきりとした。外にいるのは呼ぶ役目。中にいるのは起きたかどうかを確かめる役目。ノックは必要なかったんだ。すでに確認は始まっていたからだ。後部座席の沈む音は一度だけだった。それ以上は動く気配はない。ただそこに座っている重さだけが残っている。外の圧も消えない。運転席の窓にぴったりと張り付いたままだ。紙に書かれた言葉が頭の中で何度も繰り返される。起こすな。だがすでに遅い気がしていた。後部座席の重みがわずかに前へ動いた。シート越しに背中に伝わる圧が増した。息を止めると外の曇りも後ろの気配も同時に止まった。次に小さく息を吸う。一拍遅れて窓が曇り、背後で同じ感覚の呼吸が返ってきた。確認されている。起きているかどうかを。その瞬間、外の圧がゆっくりと下へずれていった。窓の下の端、さらに下、そしてドアの外、地面に近い位置で止まる。ようやく理由がはっきりとした。それは最初から立ってはいなかった。外にいた者は立って窓を叩ける高さにいなかったんだ。膝を折っていたのか、それとももっと低い姿勢だったのか。いずれにしてもノックできる位置ではない。その代わり中の者は座って確かめる。起きたか、まだ使えるか。だがどちらが先でも結果は同じだった。俺は耐えきれずエンジンキーを回した。セルが回り、ライトがつく。その瞬間、後部座席の重みが消え、外の圧もスーッと離れた。夜が戻ってきた。俺は逃げるように車を出し、二度とその場所には近づいていない。後日、地元の人に場所を聞いて、ようやく答えが出た。あそこは夜中に寝ている人間を車ごと調べる場所だった。事故の後、動かなくなった人を見つけるために。立って声をかける必要はない。ノックも必要ない。低い位置から息と重さで反応を見るだけでいい。
今でも車中泊をすると必ず思い出す。ノックされないときはもう起こす段階じゃないんだと。あの壺を買った日から俺だけが助かり続けている。それが一番おかしい。中古ショップに立ち寄ったのは本当に偶然だった。駅前のごく普通の店。呪物だとか曰く付きだとか、そんな雰囲気は一切ないんだ。陶器コーナーの下段に埃をかぶった壺があった。背丈は低く、口がやや歪んでいる。模様はあるが意味はわからない。その値段は1000円もしなかった。手に取った瞬間、ひんやりとした重さが手のひらに残った。嫌な感じはしなかった。むしろ落ち着く。それが今思えばおかしかったんだ。家に持ち帰り、今の棚に置いた。それだけだ。何もしていない。異変は3日後に起きた。仕事帰りに横断歩道を渡っている時だった。信号は青。周囲も見ていた。なのに横から車が突っ込んできた。確実に引かれる位置だった。だが次の瞬間、背中を強く引かれたんだ。足がもつれ、尻餅をつく。車は俺の目の前をかすめて止まった。無傷だった。その夜、一緒に飲んでいた同僚が帰り道で事故に遭ったと連絡が入った。俺と別れて10分後くらいのことだった。俺は偶然だと思いたかった。そう思うしかなかったんだ。だが、それは続いたんだ。階段から落ちそうになった時、誰かが後ろで支えた感触があった。その翌日、同じフロアの先輩が転落事故を起こした。助かるたびに誰かが亡くなってしまう。俺は3度目でさすがに気づいた。夜に壺を見た。表面には細い線が浮かんでいる。昨日はなかったはずのひび。触るとかすかに暖かい。壺の底に黒ずんだ点が一つ現れていた。印だと直感した。だが翌日、その印は消えていたんだ。その代わりにニュースでまた一人の訃報を見た。俺の身代わりだった人の名前だった。その時、ようやく理解した。この壺は俺を守っているわけではない。代わりを差し出しているんだ。そして次に守られるのは俺なんだ。その代わりに誰かが選ばれる。壺を見ないようにしても意識から外れなかった。棚の前を通るたびに視線が
引き寄せられる。触れとも守れとも言わない。ただそこにある。次の事故ははっきりと予兆があった。壺の底の印が二つに増えていたんだ。黒い点が並んでいる。次が近かった。その日の夜、友人が家に来た。学生時代からの付き合いで、最近はよく飲みに来ていた。友人はその壺を見て、なんだよそれと笑ったんだ。そして俺は、いやー、安かったんだよ。安かったからつい買っちゃってさ。そう答えた。それ以上は説明しなかった。その翌日、俺はまた助かってしまった。工事現場の足場が崩れ、下敷きになるはずだった。だが直前で金属が引っかかり、体は宙で止まった。無傷だった。代わりにその日の夜、友人が自宅で倒れた。連絡を受けた瞬間、壺の印が一つ消えているのが分かった。偶然ではない。壺は近くにいる人間を選んでいるんだ。それから俺は人を家に呼ばなくなった。職場でも距離を取った。もう俺は助かりたくなかった。誰かを代わりにはしたくなかった。だが壺は関係なかった。外で起きる事故にも必ず俺が助かる場面が含まれているんだ。電車のホームで人が倒れた時、俺の足元に押し寄せたはずの人波が寸前で割れた。倒れたのは俺の後ろに立っていた見知らぬ男だった。壺の印が三つに増えた。範囲が広がっている。俺は恐ろしくなり、壺を処分しようとした。俺は袋に入れ、夜のうちに車で運び出す。山へ向かった。だが途中で胸が締め付けられ、ハンドルを握れなくなった。視界が暗くなり、このまま運転していると事故を起こす。そう確信した瞬間、壺が助手席で割れたんだ。次の瞬間、車は何事もなく止まっていた。その夜ニュースで山道の事故を知った。亡くなったのは同じ時間、同じ道を走っていた別の車だった。割れた壺を見て、俺は吐き気がした。中から黒いかけらが覗いているんだ。割れた壺を前にしてしばらく動けなかった。壊せば終わる、そう思っていた。だが壊れたのに終わってなんていなかったんだ。壺の破片は床に散らばっているのに、印は消えていなかった。むしろ増えている。黒い点が細い線でつながり、円の形を作り始めていた。完成に近づいている。その翌日から周囲の人間が次々と
不運に見舞われたんだ。直接会っていない人間までだ。同じ部署の同僚、顔見知り程度の近所の住人、昔の知人、すべて俺と関わったことがある人間ばかりだった。助かるのは相変わらず俺だけだった。階段を踏み外しても転ばない。熱湯が跳ねてもやけどはしない。その代わりにニュースに名前が増えていくんだ。俺は耐えきれずに中古ショップへ向かった。壺を買ったあの店だ。事情を話すと店員は何も驚かなかった。割りましたか。そう言って静かに首を振った。それ壊すものじゃないんですよ。カウンターの下から古い帳面が出される。そこには壺の写真と赤い印が円を描いていた。一人分守るための数なんですよ。意味を尋ねると店員ははっきりと言った。最後に残る一人が持ち主なんです。俺が帰宅すると壺の破片は一箇所に集まっていた。まるで誰かが並べたように。その中心に一つだけ完全な破片があった。そこの部分だ。そこに名前が刻まれていた。俺の名前だった。理解した。これまで助かっていたのは守られていたからではない。選ばれていたんだ。壺は身代わりを集めて最後に一人を残す。それが所有者。今夜誰かが代わりになることはもうない。壺は完成した。この先俺は何があっても助からない。それはもう身代わりが存在しないからだ。だから今これを書いている。もし中古ショップで安い壺を見つけても絶対に購入してはいけない。それは守ってくれるものではない。最後に残る人間を決めるための器なんだ。あの峠道のことは今でもできるだけ思い出さないようにしている。俺とアレンが車で出かけたのは夜遅くなってからだった。特別な用事があったわけではない。仕事終わりに少し遠回りをして帰ろう。それだけの理由だった。参道に入る手前で古い電光掲示板が目に入った。この先通行止め。そう表示されていたが、肝心の理由は書かれていなかった。アレンは一度止まろうとはしたが、ナビは問題なく案内を続けていた。地図上でも道はつながっている。工事の時間帯が終わったのかもしれない。そう思ってそのまま進んだ。峠道は街灯がなく、ヘッドライトだけが頼りだった。
カーブを曲がるたびにガードレールの外が異様に暗い。谷があるはずなのに奥行きが感じられず、闇が壁のように迫っていた。アレンが窓を少し開けた。風の音が入ってくるはずなのに何も聞こえなかった。その代わりに低く湿った匂いが車内に流れ込んだ。土と鉄が混ざったような不快な匂いだった。しばらく走ると道の脇に反射板が増え始めた。やけに数が多く間隔も揃いすぎている。まるでここを通るものを数えているみたいだった。その時アレンが言った。ねえ、この道前にも通ったことあるよね。確かに見覚えはあった。だがこんなに長かった記憶はない。同じカーブ、同じ木立、同じ反射板が何度も現れる。ループしている。そう気づいた瞬間、前方に明かりが見えた。山の中にポツンと一軒、古いドライブインだった。看板は消え、建物の輪郭だけが浮かんでいる。だが中からは確かに明かりが漏れていた。通行止めの先に営業しているはずのない店があった。車を止めると外の空気はさらに冷たくなった。季節に合わない温度で息が白くなるほどではないのに、皮膚だけが冷えるような嫌な感覚が残る。アレンはハザードをつけながら俺の顔をちらりと見た。行くしかないよね。言葉とは裏腹に手は小刻みに震えていた。建物は古びてはいたが崩れてはいなかった。ガラス戸の向こうで薄明かりが揺れていた。人影はない。なのに店内のどこかで低いうなりのような音が続いていたんだ。ガラス戸に手を伸ばすと鍵はかかっていなかった。開けた瞬間、店独特の出汁の匂いがぶわっと広がった。しかし暖かさがまるでなかった。湯気もなく匂いだけがそこに漂っていた。中へ入るとカウンター席とテーブル席がいくつか並んでおり、どれもきれいに整えられていた。誰かがついさっきまで片付けをしていたかのように箸の向きすら揃っている。なあ、やっぱりおかしくね？アレンは声を潜めた。返事をしようとした瞬間、奥の厨房から音がした。包丁でまな板を叩くような乾いた音。リズムは一定で、しかし微妙に速度が揺らいでいる。誰がいるのかと厨房の方を覗くと、白い影がふらりと横切った。人影に見えたが、形がはっきりしない。影なのに立体感があった。アレンが震えた声で言った。人、いるよな。だが次の瞬間、影は
輪郭を歪ませながらゆっくり奥へと消えていった。まるで生き物の動きではなかった。立ち止まるでも振り向くでもない。ただそこにいた形だけが何かに押し流されるように移動をした。足元を見ると床に細く濡れた跡が続いていた。まっすぐ厨房に向かって伸びている。水とは違う。もっと粘りのある暗い色をしていた。アレンが呼吸を止めたまま固まっている。俺も足を動かせなかった。その時、店の奥、厨房のさらに向こうから奇妙な音がした。笑い声でも呼吸音でもない。湿った闇がかすれるような不規則な音。アレンが俺の耳元でささやいた。この店って営業してねえよな。俺は答えられなかった。なぜか誰かに聞かれる気がしたからだ。暗い奥から聞こえていた音はだんだん近づいてくるようだった。ふっふっという湿った呼吸が壁が張り付くように広がっていく。アレンは俺の袖を掴んだまま固まり、目だけで厨房の奥を見ていた。床の濡れた跡がひときわ濃くなり、奥の暗がりから白く細長い何かがせり出してきた。人の腕に見えたが、太さが均一で関節の影がなかった。影のような腕が床を探るように揺れ、その動きに合わせて濡れ跡がわずかに波打った。俺は息を潜めた。人間の腕はあんな動きなんてしないんだ。肘も肩もない棒のような形がゆっくりとこちらへ向けられていた。アレンが小さく言った。もう出よう。ダメだ。だがその瞬間、店の外から音が響いた。車のドアが開閉する音。俺とアレンの視線が同時に入り口へ向いた。誰かが店の外を歩いているんだ。それも複数だ。ぼんやりとした影が2つ、3つと横切った。俺たちが到着をする前からまるで外で待っていたような自然さだった。厨房の奥の白い影がその気配に反応したように震えていた。細長い形がぐにゃりと歪み、壁に吸い込まれるように暗がりに戻っていく。その直後、店内の照明がいきなり明るくなった。いきなりの眩しさで目を細めたが、次に視界に入った光景に息が止まった。席に誰かが座っていたんだ。それもいつの間にか。さっきまで誰もいなかったはずの椅子に黒い上着の背中が並んでいた。5人全員が同じ姿勢で同じ角度で前を向いている。
顔は見えない。だがその肩の揺れが呼吸ではないことはすぐに分かった。揺れが一定の周期で、まるで店全体の振動に合わせて動いているようだった。アレンが俺の腕を強く引いた。外から来てる奴らも人じゃない。入り口のガラスの向こうを薄い影がまた横切った。背の高さがバラバラで、動きが不自然にのっぺりしている。まるで形だけが歩いているんだ。ここは人の出入りを前提にしていない。その事実がようやく腑に落ちた。峠道が通行止めになっていた理由は工事でも事故でもない。この店のために封鎖されていたんだ。アレンに腕を引かれ、俺たちはほとんど転ぶように店を飛び出した。外に出た瞬間、さっきまで感じていた冷気が一気に消えて、代わりに湿った重さが全身にまとわりついた。山の空気ではない。何かの中に入ってしまったような息苦しさだった。車に乗り込もうとしたとき、俺は違和感に気づいた。来たはずの道がなかったんだ。ヘッドライトが照らす先にはガードレールも反射板もなく、黒い斜面がそのまま続いている。崖なのか壁なのか、それすらもわからなかった。アレンの声が震えていた。道が消えてる。その瞬間、背後で足音がした。砂利を踏む音ではない。もっと強く濡れたものが引きずられるような音だった。振り返ると、ドライブインの入り口にそれが立っていた。人の形をしているが、首が異様に長く、肩もなく、顔の部分は影が固まっただけのようだった。白い腕がだらりと垂れ、指の数が合っていない。それが一歩こちらへ出た。次の瞬間、車のエンジンが勝手にかかった。キーは俺のポケットに入ったままだ。アレンが叫び、俺たちは同時にドアを閉めた。ハンドルが一人手に切れ、車体が前へ進み出した。そしてバックミラーに店が映った。建物の前にさっき中にいた影たちが並んで立っている。全員が同じ方向を向いていた。その中の一体がゆっくりと腕を上げた。白い腕の先が車の方を指さしていた。次の瞬間、視界が一気に暗転した。気づいたとき、車は通行止めの看板の手前に止まっていた。エンジンは切れていて、アレンは助手席で浅い呼吸を繰り返していた。ふと時計を見ると、峠に入ってから5分も経っていなかった。翌日アレンと一緒にその場所を探したが、店も脇道も何もなかった。ただ路肩の草の上に細長く濡れた跡が一本だけ残っていた。
それからだ。夜中、アレンの部屋に行くと、台所の床に同じ跡が伸びていることがある。水ではない。あの店で見たものと同じ色をしている。俺はまだ振り返られていない。けれど、あの白い腕はきっと俺たちの帰り道を覚えている。